こんにちは。今回は、トヨタのスープラの紹介をしていきたいと思います。経緯としては、私のチャンネルコミュニティで、スポーツカーのアンケートを実施した結果、最もスープラが人気だったからですね。アンケートにご協力してくださった方々、ありがとうございました。それでは行きます。Now loading。今回紹介するスープラは、RZ グレードで6速マニュアルです。ボディカラーはホワイトメタリックとなります。また、2022年モデルの改良型ですね。では、まず、スープラのフロントフェイスから見ていきたいと思います。スープラは、私の界隈では、骸骨フェイスなんて言われていますが、個人的には、オオスズメバチのような見た目にも見えますね。車両価格は後ほど詳細に説明しますが、GR グレードでは700万円を超えるため、この車に衝突したら、文字通り、血の気が引くと思います。ヘッドランプから見ていくと、6灯式 LED ヘッドランプオートレベリング機能付き、LED クリアランスランプ、デイライト、LED ターンランプ、LED コーナリングランプが装備されています。全グレード標準装備ですね。点灯するとこのような外観です。夜間、このヘッドランプを目にすれば、一目でスープラだと分かってしまうほど特徴的な形状ですね。LED クリアランスランプだけ点灯させるとこのようになります。当たり前かもしれないですが、中央先端まで点灯するのがかっこいいです。そして、ヘッドランプの外側には、涙袋のような形状をした模様がありました。近づいて見てみたのですが、穴が開いているようには見えなかったので、単なるデザインだと思われます。おそらくですが、ヘッドランプの形状を考慮すると、ボディ側面に対して、少しヘッドランプ下のボディを凹ませることで、ヘッドランプが山になるようにしていますね。そうすると、涙袋の部分にスペースが生まれてしまうので、蓋をしているような印象を受けました。そして、その涙袋から中央側に下側に移動すると、エンジン空冷用のグリルがありますね。その下には、バンパースカートがありますが、マットな外観でした。地上高が低すぎて、注意しないとぶつけます。中央のバンパーですが、よく見ると、アーチ形状が大胆でした。通常真っ白なボディだと曲面がわかりづらいですが、スープラではボディ段差を作り、陰影でラインを出すことでボディラインを作り出していますね。また、ソナーが装備されていますが、駐車場の縁石は検知しないので、基本的には当たりませんが、タイヤが当たるまで縁石に近づかない方がいいです。ちなみに、縁石との高さとスープラの地上高をボディサイドから比較してみてみると、ほとんど差がないことがわかります。縁石も必ず同じ高さではないので、駐車が怖い。縁石というと、歩道の縁石と区別がつかないので、パーキングブロックと定義すると、停車高タイプの高さが100ミリ以下のパーキングブロックだけでなく、高さ120ミリのパーキングブロックも存在するようです。スープラの最低位置情報は117ミリなので、標準タイプのパーキングブロックだと接触リスクがありますね。こちらがセブンイレブンのパーキングブロックですが、高さ200ミリもありますね。意外とでかい、高価な車なので扱いが大変ですね。フロントをサイドから見てみます。フロントボディとフードはシームレスに繋がっています。ヘッドランプの外側からタイヤに向かって分割線がありますね。ボディ自体の折れ線に関しては、中央のバンパー部にいくつか見られまして、ヘッドランプ上部に合わせるように折れ目があるのと、中央のロゴに合わせた折れ目がありました。中央の折れ線は、フードにも流れていっていて、バンパー上面の面が浮き出るように見えるため、より中央のトヨタロゴが強調されているように見えます。フードは途中から折れ目の主張が強くなっていますね。この車、エンジンルームが大きくて、実車を見るとフードの大きさに驚きます。サイドから全体を見てみると、フードの長さにびっくりしませんか？そんなスープラの車両サイズですが、全長4380ミリ、全幅1865ミリ、全高1295ミリです。ホイールベースは2470ミリ、地上最低高は117ミリです。他車と車両サイズ比較をしてみると、このようになります。まず、車種と車のイメージ合わせからですが、86はトヨタ車で、フェアレディ Z は日産で、カイマンはポルシェで、新型エクストレイルの SNT33 です。今回紹介するスープラを起点にすると、86よりも車両サイズは一回り大きくて、フェアレディ Z とほぼ同等の車両サイズであることがわかります。また、車幅だけ見ると、エクストレイルよりも大きいんですね。ホイールベースはフェアレディ Z よりも短くて、小回りがより効きやすいと思います。また、最低地上高はこの中で最も低く、117ミリのようですね。
そのせいで、繰り返しにはなりますが、駐車するとき、パーキングブロックと距離がなさすぎて怖いんです。スープラが傷つくことももちろん怖いですが、パーキングブロックが削れて、補修費用も支払わないといけなくなると厄介ですね。一応周り見れるようにはなっているものの、ソナーやカメラはリア側にしかないのでフロント側にも欲しいな。サプラのタイヤサイズについてですが、フロントはタイヤ幅 255mm、扁平率 35%、19インチになっています。ホイールは、艶消しダークメタリック塗装で、中央にはトヨタのオーナメントもついています。隠れてしまっていますが、ブレーキのキャリパーにスープラと書かれているのもおしゃれだなぁ。ドアミラーについては上半分がマットブラックで、下側が艶ありのブラックですね。ドアハンドルは格納式ではなく、ドアノブがついています。夜間になるとドアノブの裏側が点灯します。これは高級感があってよかったです。よく見てみると、ドアノブに3つの線がデザインされていますが、これは静電スイッチ用の印ですね。また遠目で見てみると、ドアノブの照明がかっこいいですね。勝手な印象ですが、ドアノブが空気の流れのガイドになっているようにも見えますね。そして、リア部のサイドの様子になります。19インチの大きなタイヤを大胆にボディで強調させています。SUV では、ホイールアーチトリムで、タイヤを大きく見えることが多いですが、ボディ曲面で、しっとりタイヤを強調するのもおしゃれでいいですね。タイヤをボディで大きく見せると、リアとの合わせが歪になりそうですが、うまく立体感を出すことで、歪さを吸収していますね。そして、ルーフを見てみると、なんと中央がくびれていましたよ。ハート型のルーフなんて見たことがなかったので、驚きました。運転席と助手席のヘッドスペースを確保するために、左右のルーフを上に上げた結果、このような形状になったのではないかと思われます。言い換えると、可能な限り、車高を下げることで空力性能を高めたかったんでしょうか。前から見ても、くびれの大きさがよくわかると思います。スープラを見かけたら、ぜひ一度気にしてみてください。そして、リアに移ります。先日ご紹介したトヨタのクラウンスポーツでも同様のことが言えますが、トヨタはリアのくびれを強調させるのが好きそうですね。スープラの場合は、車室内を小さくして、ボディを広げているため、よりボディのくびれが際立っていますね。そして、リアランプですが、シャープな形状で好きになりました。立体的にもシャープになっていて、この前後方向の凹凸たまらないですね。上部ボディのうねりもしなやかで綺麗です。リアランプのすぐそばには、深めのくぼみがありましたが、さすがにこれはユーロ用の穴だと思われます。ただの穴でもなくて、リアランプを点灯させると、先ほどの穴が黒いラインに変わりますね。車高が低いせいなのか、ハイマウントストップランプも目立っています。中央のスープラのロゴも光ってもいいんだぞ。そのサプラロゴですが、筆記体になっていて、おしゃれですね。単なるメッキではなく、少し深みのある上質なツヤ感で高級感さえ感じます。ちなみに、サプラはラテン語で、越えて、上にという意味のようですね。ただ、そのスープラの上に、トヨタロゴを君臨させることで、よりトヨタの偉大さを表現しているようにも見えます。トヨタロゴ、シンプルでかっこいいです。そして、リアロアを見てみると、フロントでも見かけたスカートがついていました。一体感というよりも、外付け感をわざと出して、カスタマイズしているようにも見えますね。好みが分かれると思いますが、私はこの外付け感好きです。そして、中央にはバックランプも装備されています。白っぽく点灯するのが特徴です。あんまり見かけないランプでユニークですね。スポーツカーといえど、ソナーもしっかり装着されていました。マフラーはツイン式になっていて、左右両方に本物のマフラーがついています。あまり装飾はされていないように見えますね。一つ気になったこととしては、エンジンを吹かしてみると、あまり嗅いだことのない外国の匂いがしました。おそらくその原因は、レギュラーではなく、ハイオクだったからなのかもしれませんね。また、本ブレードは GR 仕様になっていまして、GR ロゴはリアに装着されていました。給油口は運転席側についていて、プッシュで解錠できるようになっています。リットリ面を見てみると、ハイオクと書かれています。この RZ グレードの燃費は 11-12kL ほどしかないので、結構ガソリン費用はかかりそうですね。給油口のリットを閉めるときは、強めに押し込むと閉めることができます。そんな感じで外装は異常になるのですが、ラゲッジの開け方がわからなく、色々確認していたのですが、ラゲッジの開け方はどうやら2パターンあるようで、その一つ目はキーについているラゲッジを開くボタンを長押しすることで解錠することができます。長押ししないと開かないので注意です。あとは、運転席に行くと、ドア側にスイッチがあります。
では、内装を見ていきます。スポーツカーなので、ドアが長いですね。もし、スープラに乗せてもらう機会があったら、オーナーさんに開けてもらった方がいいと思います。ドアパンチしたら、シャレにならないです。アッパー部から見ていくと、ドアロックがありました。よく見るとこの突起、ピアノブラック塗装されていますね。デザイナーのこだわりが詰まっていますね。しかも、フィニッシャーまでついていますよ。ドアアッパー部は、表皮がついていますが、アッパーだけでなく、中央部分まで贅沢に表皮がついていて、驚きましたね。JBL のツイーターがついています。高音域用のスピーカーです。そして、ドアハンドル部は、サテンメッキされていて、ドアの解錠施錠のボタンがついています。いやいや、ドアアッパー部にもはロックの機構も受けているのに、なんでここにも、ドアロック用のスイッチがあるんだと思いましたが、取扱説明書を読んでも、いまいちここにスイッチがある理由がわかりませんでした。事故後に、自動でドア解錠され、脱出しやすいようになっているようですが、スイッチなくても自動解錠はできるはず。デザイン性を考えると、ちょっと気になりましたね。そして、パワーウィンドウスイッチ部を見てみると、そういえば、2シーターなので、ボタンが少ないですね。ボタン周りは、ピアノブラック塗装されていておしゃれです。傷つきは気になるものの、高級車だから許せてしまいます。ドアアームレストは、ドアの大きさに合わせているため、非常に長いです。先細りした形状のため、スピード感の感じられるデザインにも見えました。そして、ドアスピーカーは、ミドルレンジタイプのスピーカーもついていますね。メーカーロゴはついていません。そして、ラゲッジ解錠用のスイッチがひっそりドアロアにあります。ドアポケットはスポーツカーなので、ほとんどスペースはないですが、書類はギリギリ入るかも。もしかしたらだけど、この上についているドアロックは、電子制御が効かなかった時のために、補助的についているのかもしれません。窓ガラスを割って、物理的に解錠できるようにしている気がします。でもそんなところにお金をかけて欲しくはないなぁ。そして、ドア開口周りを見ると、スカッププレートがついています。室外側についているので、足で蹴ったりしにくそうかもしれない。というか、室内側の内張り上面にスペースがないので、そもそも室外にしかこのスカッププレートを付けられないのかもしれないですね。続いて、シートを見ていくと、このグレードは RZ ですが、オプションの本側単色となっていますね。標準シート仕様は、アルカンターラとイグニッションレッドのようですが、エクストレイル T33 を見すぎているせいか、単色の方が落ち着くなぁ。ヘッドレストから詳細に見ていくと、程よい硬さで、表面の質感が良かったです。このヘッドレストは、シート一体型になっているので、スタイリッシュな造形ですよね。ヘッドレストのすぐ下には、サテンメッキのような褐色がアクセントとして装着されています。シート背面中央には、スエードのような触り心地のアクセント模様が、パーフォレーション加工付きであります。パーフォレーション加工部の穴が目立つように、裏地は白で作り込んでいます。このデザインを作るためのステッチの編み込み大変そうですね。スープラは、シート背面と座面以外も本側なのか判断はできなかったですが、表面があまりペタペタしなかったので、おそらく本側だと思いますね。シート座面にも、先ほどのスエードマークがついていますね。座り心地は良かったですが、ジーンズなど色移りがしやすい服装で乗り込むのは、避けた方が良さそう。特に単色は明るい色なので目立ちますね。そして、このシートは電動式になっていて、なんとシートメモリースイッチもシート側面についています。シートスイッチ操作部のスペースはあまり広くなかったですが、通常の前後移動、高さ、シート高さ、ランバーサポートに加えて、バックレスト幅の調整もできるようになっていました。これによって、カーブ走行時に、体の側面がよりよく支えられるようになります。シートスイッチ操作部のスペースは、あまり余裕がなかったですが、エクストレイルよりも前幅が広いのに、だいぶ攻めた作りになっていますね。コンソールが大きいからなのかもしれませんが、後ほどコンソールも見てきましょう。そして、シートベルトを見てみると、なんと、シートベルトが内張りから出ていて、すっきりした見た目でした。シートベルトの色はブラックで、シートの単色が目立つカラー配色ですね。ただ、シートベルトの上下調整ができないので、座高が高い場合は、リクライニングを倒して調整が必要だと思います。では続いて、ステアリング周りを見てみます。ステアリングのサイド側がくびれていて、ネギで安そうな作りになっていますね。タンカラーの配色も素敵です。ステアリング右側にはナビ操作スイッチがされています。特に過色はなくマットですね。トヨタらしいといえばトヨタらしいです。中央下は塞がれていますね。
おそらく何かユニットが仕込まれているのだと思います。ステアリング右側運転支援系のスイッチがありますね。実際にステアリングを握ってみました。握り心地は良かったです。また親指が接触する箇所全域に、本革が巻かれているのも良かったです。コンビスイッチを見てみると、なんと左側にウィンカー操作部があります。右側を見てみると、ワイパー操作やウォッシャー液操作ができるようになっています。右ハンドルなのに左ハンドル用のコンビスイッチ。不思議な作りですね。メーター周りはこのようになっていて、中央に回転数が表示されていますね。実際にメーターを表示させると、今からすぐにでも走りたくなってしまう UI ですね。今からエンジン始動させてみます。このエンジン始動音たまらないですね。そしてサウンドがなぜかスバルでスショー。ペダルを見てみると、マニュアル車なので、クラッチがついています。このクラッチが硬くて慣れるのに時間がかかりました。また、ブレーキペダルよりも少し手前に出てきていて、中央のブレーキペダルを押した時に、たまに靴がクラッチペダルに挟まることがありました。慣れるまでが本当に大変でした。アクセルペダルはオルガン式なのですが、少し押し込んだだけで、思いのほか加速するので恐ろしいです。そして、フードを開けるためのレバーですが、記載されている通り、2回レバーを引かないとフードが開かないようになっています。これは、アクセルペダルに乗せた足を引く際に、足にレバーが引っかかったとしても、一度引っ掛けた程度では、フードを完全には開かないようにするためだと思われますね。安全対策もバッチリですね。ステアリングの右側には、ベンチレーターがついていて、サテンメッキですね。手持ちのスマホホルダーは付けられなかったです。そして、照明スイッチがありました。実は、この車、コンビスイッチでランプ操作できないようになっていました。BMW でも見られる作りですね。運転席からオペラガラスを見てみると、助手席のシート位置のせいもあってか、少し見切れてしまいますね。頭の位置を考えるとオペラガラス越しには、外は見えないと思います。では、ダッシュボード周りを見てみると、A ピラーは表皮がついていて、メッシュ柄のブラック色でした。引き締まって見えますね。そして、ヘッドアップディスプレイがついていて、走行中に、フロントウィンドウ越しに速度が表示されます。この車、ちょっとアクセル踏むだけで、80キロくらい簡単に出てしまうので、速度制限する上で、ありがたい機能ですね。ダッシュボード柔らかいですね。本革っぽくはなく、合皮かもしれません。しかも、メーターフードだけでなく、ダッシュボード上面ほとんどが合皮なのすごすぎ。そして、メーターディスプレイと同じくらいの高さに、ナビが配置されています。助手席周りのダッシュボードもシンプルで、すっきりしたデザインなのは好感が持てますね。ひっそり、ダッシュボードに白いステッチもあります。中央部をさらっと見てみると、こんな感じでしたよ。やっぱりコンソールの横幅が大きい気がしますね。これから、各々の詳細を細かく見ていきたいと思います。まず、中央のベンチレーターは、サテンメッキの過色でアクセントを効かせていて、2本指くらいの開口ですね。中央のハザードランプは、ピアノブラック塗装されているだけでなく、なんと作動時に点灯します。そして、ベンチレーターは、助手席のベンチレーターまで繋がっていて、一体感が感じられますね。ホンダのベゼルや日産のアリアでも、このような横長に大きく見せるベンチレーターが使われていて、最近の流行りなのかもしれない。そして、グローブボックスは鍵付きでした。高級車だったら鍵付きにして車検証を入れておきたい。では、グローブボックスの中身を見ていきます。中は肝を仕上げられていて、中で物が動いても音が鳴りにくい作りですね。スープラはエンジン音を売りにしているようなものなので、この作りは嬉しい。そして、ひっそりランプも内蔵されていました。結構奥行きのある大容量グローブボックスでしたので、奥に物をしまってもこれなら見やすそうです。また、余計な力入れずに簡単に閉められます。インパネの中央に戻ってきました。この数字の書かれているボタンは、よくわかりませんでした。オーナーズマニュアルを読んでも理解ができず、ぜひオーナーの方はコメント欄で教えてほしいです。気を取り直して、エアコン操作部を見てみると、周りはピアノブラック塗装されていますが、スイッチ操作部はマットな見た目ですね。また、シートヒーターは3段階調整できるようになっていますが、なぜかインジケーターの点灯する部分だけ凹んでいます。トヨタは物理スイッチ系が多いですが、逆に言うと、押し込んだ感があり使いやすくていいですね。夜間点灯時はこんな感じ。そして、コンソールの前方ですが、小さめのトレイがあり、USB 端子と電源ソケットがついていますね。
その周りは、CFRP がついていて、樹脂リッチな贅沢デザインです。このトレイですが、鍵を置くにはちょうど良さそうな大きさですね。念のため、こちら確かに電源ソケットでしたよ。そして、皆さん大好きマニュアル式のシフトレバーです。GR ロゴが入っていて、スポーツ感あります。このシフトパターンですが、少しユニークで、リバースが、左上に配置されています。1速の入れ間違いが起きないか不安になりましたが、リバースへのシフト操作が恐ろしく硬くて、簡単にはシフト入れができないようになっていました。初めて乗られる方は、きっとびっくりすると思います。ちなみに、最初リバースができなくて、コンビニの中央で立ち往生しちゃいました。そして、シフトの左側には、ナビ操作用のダイヤルスイッチがついています。このスイッチをシフトの左に置いたため、コンソールが横に大きくなっていました。少しだけ使ってみましたが、操作に慣れていないため、ほとんど直接ナビをタッチして操作していました。シフト右側は、走行モードを SPORT に変更したり、オートホールド機能がついています。電動パーキングブレーキもついているので、坂道発進がすごく楽にできました。全体的に重厚感があって素敵ですね。夜間はこのように点灯していました。中央にあるコンソールはリット付きではないので、収納スペースはありませんでした。上面にカップホルダーがついているだけですね。と思ったらさらに後ろに、小さな収納ポケットがありました。まあ小物入れには使えるのではないでしょうか。ただなぜか蓋をしたくなってしまう気持ちもあります。この辺は好みの問題ですね。続いて、サンバイザーを見てみます。今運転席に座っているんですけれども、ちょうど手の引っかかるが左側にあるので、左手でサンバイザーを、このように展開させる作りになっていますね。バニテランプは天井側についていて、バニテミラーのリットをスライドさせると、バニテランプが点灯するようになっています。またベルトタイプのカード入れもついていますが、サンバイザー裏面についているので、ちょっと使いづらそうだなぁと思いました。ここに置くならコンソールの上に置くかなぁ。中央には大きなランプがついていますね。一つ大きな特徴があるとすると、インジケーターが中央に配置されます。このインジケーターからエアドッグの作動状態が一目でわかる作りになっていますね。そして今ライトをベタベタ触っていますが、私の手がおかしくなければ静電スイッチタイプじゃなくて、物理スイッチで点灯消灯する作りになっています。それにしてもなんだかをすごく大きく見えるのは私だけ？夜間時はこのように点灯します。ノイズキャンセリング用のマイクも天井に2つほど設置されていました。このマイクでノイズを検知して、シート後ろのウーファーで音をキャンセリングしているようです。こうして見るとウーファー結構大きいですね。音といえば、そういえばイコライザー見てみたんですよ。サプラのイコライザーはかなりイケていると思いました。どうしてかっていうと周波数ごとに音の調整ができるようになっているからですね。最近この仕様がとても減ってきているので、今後出てくる車種このイコライザーはぜひ採用してほしい。では、リアトランクも見てみます。トランクの開口はひょうたん形状で下側が少し寝ていました。しかし、開口の見た目によらず、トランク内は少し横目に広くなっていました。トランクルーム内には、12V バッテリーやネットを引っ掛けるための金具などがありました。程よく平凡な作りになっていて、このおかげで価格が抑えられてるような気もしました。では続いてこの板の下を見てみます。まずこの板ですが、かなり薄かったです。この車はスポーツカーということなので、軽量化に配慮した作りになっていると感じます。ちなみにですがこの板はシートを取り外さないと取り出せそうになかったです。そしてここに 12V バッテリーがあったのですが、デカデカと BMW と書かれていますね。エンジン型が BMW ということは知っていましたが、12V バッテリーも BMW のものだとは思いもしなかったですね。他の電装系の部品も BMW って書かれていますね。1から10まで全て作らずに、コストを抑えてる点は、スポーツカー好きには良い配慮だと思います。この泥みたいなものは静振材ですかね。車体の振動を抑えるために貼り付けられているのだと思います。固まっているので触っても大丈夫です。トランクのリア側を見てみると、大きな内張りがあるのですが、ここに謎の赤い物体が格納されています。ここでは触れませんが、お詳しい方はぜひコメント欄にて教えてください。この位置に格納されていることを知っているオーナーってどれぐらいいるんだろうか。バックドアを大きく展開してみるとこのようになります。右手左手どちらでも掴みやすいように、取っ手が2つ取り付けられています。
ただこのバックドアはリモートスイッチで、自動で開閉するわけではないので、人力でこのように閉じる必要があります。こちらがバックドアのダンパーですね。メイドインジャーマニーと書かれていましたが、もしかしてこれも BMW と一緒なのかもしれない。バックドアの形はすごくユニークで私は好きです。そして実は脱着可能なトのカバーも装備されていました。このカバーは巻き取り式ではなくて、板状になっていましたが、ご覧の通り中央に折れ目があります。下からポンポンと軽く叩くだけで、内張りから取り外すことができます。大きい荷物を入れ込む際は、このような工夫が必要かもしれません。それで最後に給油したんですけど、もちろん廃屋満タン。廃屋高すぎますね。しかも燃費も悪いし、ただこのスポーツカー乗っていてすごく楽しいので、お世話するのは大変ですが、間違いなく人生楽しくなるはずです。コンビニで駐車していたら、声をかけられたり多くの目線を浴びますね。いずれ購入してみたい写真の一台ではありますが、また乗れる機会があったら乗ってみたいな。まあそんな感じで今回は以上です。それではまた。